はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は、こんな感じで、ちょっとテーブルがね、映る状態にしてるんですが、ちょっともうタイトルで、内容はね、伝わってるかなと思いますが、今日はちょっとウイスキーの話をしたいと思います。で、今日の動画に関しては、ホテルとは全く関係ありませんので、ホテルがね、お好きで、ホテルの動画をしっかり見たいっていう方は、もう今日はここで切っていただいて、またホテルの動画が上がるときに見ていただけたらなと思います。はい。で、今日、ウイスキーの動画を撮ろうと思った理由はですね、こちら、よいしょ。こちらの、山崎のウイスキーと、このヒリキっていう、サントリーのウイスキーの、ボトルですね。こちらのウイスキーをですね、私の、YouTube のフォロワーさんにお送りいただいたんですよ。で、その過程としましては、私が最近インスタのストーリーにウイスキーの、紹介とかをね、あげることがあるんですが、フォロワーさんからメッセージが入りまして、ウイスキーお好きなんですかと。で、好きっていうのをね、伝えたら、ちょっと、もしよろしければお送りしたいものがあるんですけど、送ってもいいですかって言われて、届いてびっくりの、こちらの2本のね、ウイスキーをフォロワーさんからいただきましたので、せっかくなので、それなら、いただいたね、ウイスキーと一緒にウイスキーを紹介する動画を撮ってみようかなと思って、動画を撮ってます。ちょっとね、名前とかはね、明かさないでほしいって言われてたんですが、いいって言われた範囲でお伝えしようと思うんですが、こちらの方は YouTube のフォロワーさんで、お酒のね、関係をしてる方です。はい。で、ちょっとね、お会いすることもあったので、感謝はね、お伝えしましたが、ありがとうございました。で、今日の動画の構成としましては、これどちらかをね、せっかくなんでいただこうかなと思うんですが、私がウイスキーを飲む動画だけだと、よくわかんない動画になることと、私はウイスキーを好きになったのが、割と最近でね、この半年ぐらい特に多く飲むようになってるんですが、もともとブランデーが好きで、ウイスキーもいつか飲んでみたいと思ってた機会がなかったんですけど、飲み始めて、飲むからにはちょっといろいろね、比較してみようと思って飲んでるうちに結構好きになってきたっていう状態です。はい。で、そんなこんなでね、ウイスキーにものすごく詳しいわけではないので、飲むだけでね、動画を一つ撮るのはしんどいっていうことと、本当にね、ウイスキーがお好きな方は、ちょっと物足りないかもなっていう感じもするのと、飲み動画の謎な動画になってしまうので、前半パートは、今ね、ホテルが好きで見ていただいている方ももちろんいると思うので、ウイスキーってそもそもどんなものっていう紹介を割としっかりさせていただいて、その後で、どちらかね、テイスティングといいますか、飲んでみて、普通に私が食べるというか、喋るね、動画になると思いますので、ちょっと尺が長くなるっていうことと、どちらかだけ見たいっていう方は、概要欄のところに、時間を載せるので、そこだけ見ていただければいいかなと思います。はい。では、これはね、後ほどいただくとして、早速、ウイスキーってこんなものだよっていうのと、代表的なね、銘柄とか少しお話ししたいと思いますので、早速、よろしくお願いします。では、スタート。はい。では、よろしくお願いします。もうね、早速、最初のページが出てますが、私今多分、喋ってますが、その画面のどちらか隅にね、出てるかと思いますが、まず、概要からね、いこうかなと思います。まずそもそも、ウイスキーってどんなお酒なのっていうお話なんですが、ちょっとここにね、さらっと書いてみましたので、もしかしたらね、文字が見にくいっていう方は、また後ほどね、止めてみていただけたらと思いますが、まず、お酒の種類ですね、は、上から醸造酒、混成酒、蒸留酒とあるわけですが、醸造酒の中には、有名なところだと、ワイン、ビール、日本酒とかですかね。で、混成酒っていうところには、梅酒とか、メインはリキュール系ですかね。いろいろね、なんちゃらリキュールってあると思いますが、コーヒーリキュールのカルーアとか、そういうのがたくさんあります。はい。で、蒸留酒っていうカテゴリーが、醸造されたね、お酒をまた蒸留するっていう感じですが、で、その中に、代表的なのがね、一番上にウイスキーがあるんですが、その他、ブランデー、
ジン、ウォッカ、テキーラ、ラム。で、焼酎もね、この、蒸留酒に属します。はい。で、それぞれね、ちょっとさらっと見ていこうと思うんですけど、ウイスキーは、まず原材料が重要。で、原材料は、穀物ですね。なので、大麦とか、小麦とか、トウモロコシとかの穀物を原料として、10日発酵して蒸留を行うと。で、最後に樽で熟成させると。はい。そんなのがウイスキーです。で、ウイスキーとよく比較されるのはブランデーなんですが、基本的にね、工程とかは似てるんですが、ブランデーは果物です。なので、ブドウとか、リンゴとかを蒸留して作るのがブランデーです。で、こちらもね、熟成させて何年ものとかあるので、基本的にね、作り方は一緒なんですけど、原材料が、穀物なのか果物なのかっていうのが大きな差です。で、有名な名前としてコニャックとかアルマニャックとかカルバドスとかあるんですけど、こちらが地名ですね。シャンパンのシャンパーニュ地方と、同じ感じで作る場所でちょっと名前がついてます。はい、これがブランデーですね。で、ジン、ウォッカ、テキーラ、ラムが、4大スピリッツとか言われますが、ジンは大麦、じゃがいも、ライ麦を原料に蒸留し、ここまではウイスキーとよく似てるんですが、ネズの実、ボタニカルを加えて再蒸留、ちょっと香り付けというかね、癖をつけるための、香料といいますかねを最後につけるのがジンのポイントになります。はい。で、次がウォッカですね。で、ウォッカは、大麦、じゃがいも、ライ麦などが原料。ここもね、似てますよね、ウイスキーと。ただ、原酒を白樺の炭によってろ過させるっていうのがウォッカです。なんかこのジン、ウォッカとか言うとね、コナンっぽいですよね。はい。ちょっとどうでもいいんですが。はい。で、テキーラですね。で、テキーラは、サボテンの材料って思われてる方が結構多いと思うんですけど、アロエのようなね、どちらかというと、植物ですね。はい。を原料にしてます。リ舌蘭ですかね。はい。っていうのを蒸留しております。こちらがテキーラですね。で、ラムはサトウキビが原料になってます。はい。で、焼酎は洋酒の蒸留酒以外の蒸留酒。なので、ウイスキーとかブランデーとか、ジン、ウォッカ、テキーラ、ラムとかの蒸留酒以外は、基本的に日本では焼酎に属してます。はい。で、芋とか米とか麦とか黒糖、蕎麦などがね、原料になっているのがありますが、こちらね、焼酎などお好きな方もいるかなと思いますが、はい。こんな感じで、ウイスキーっていうのはね、お酒の中ではこういう位置づけだよって、ちょっとね、改めて見ると結構ね、勉強になるかなと思いますので、はい、こんな感じです。で、続いてですね、ウイスキーを飲むときに好きじゃない方は、私もブランデーとかウイスキーが好きじゃないときは思ってたことなんですが、そもそも全部同じだろうって感じる方多いと思うんですけど、お酒の味覚ですね。お酒の味覚っておかしいんですけど、お酒の味を感じる味覚って結構後天的なものなので、飲み比べていくと、鍛えられるというか感じ取れるようになっていく味覚なので、最初はね、あまり感じなくても、2つ並べたりして比べていくと、こっちよりこっちの方が甘いなとか、こんな香りするなとかっていうのを感じるようになるので、そういうの見てほしいんですが、味がね、なんで変わるのかってことなんですけど、一応、ふーんと思って聞いてください。はい。ウイスキーの味、香りを左右する7つの要素っていうのを、いろいろ調べまして、私も。やるからにはね、調べた方が面白いので、はい、ちょっと皆さんにもね、ご共有したいと思います。で、ちょっと話がそれるんですが、ウイスキーの勉強は特にしたいっていう方は、私もちょっと YouTube とか見たんですが、概要欄のところにね、リンク貼っときますが、クロスロードラボさんっていう方の YouTube が、ウイスキーを勉強するには、とってもね、わかりやすくて、話してる方の話し方も上品で、いい感じなのでね、もしよかったら興味がある方はそちらの方を見てください。はい。で、ちょっと私はあくまでも最近ハマった素人が、モンちゃんライフとしてね、ちょっと紹介してるよぐらいで思ってください。はい。で、ちょっと順番に行こうと思います。まず、水ですね。使う水はとても重要なので、どこにね、蒸留所を作るのかっていうのはめちゃくちゃ大事。で、そこのお水がきれいかとか、水にどんな成分が入ってるのかとか、硬水なのか軟水なのかとか、とても重要だよっていうのが一つ目。で、次は原料ですね。当然、原料が麦を使ってるのか、トウモロコシを使ってるのかで、元々のね、原材料の風味はもちろん影響するので、原料。で、次は、ちょっとこれはね、マニアックなので、
私の動画ではさらっと通り過ぎますが、蒸留の仕方ですね。蒸留をする機械にもいろいろな機械があって、その機械によってね、ちょっとマイルドになったりとか差が出るので、そういうのも差を分けてるよっていうのが3つ目で、ここ特に重要なんですが、熟成する樽ですね。麦を蒸留した後にウイスキーとして5年とか10年とか15年とか20年とか樽に入れておくんですけど、この樽つけておけば当然樽の風味がね特に影響するので、こいつはかなり重要です。はい。でまず材質ですね。材質は主にオークの木を使うことが多いんですけど、アメリカンオークとかヨーロピアンオークとか、日本だとミズナラっていう樽があるんですけど、それによってまずちょっとね成分が変わるぞと。で例えば、アメリカンオークっていうのは、バニラの香りを感じるようになりやすいんですけど、これなんとなくそれ風に感じるんでしょっていうんではなくて、バニラの香りって化学式ですか、理科的に言うとバニリンっていう多分成分があるとバニラの香りを感じるんですけど、アメリカンオークはそのバニリンっていう成分、バニリンがちょっと間違えてたらまた出しますけどっていう成分が本当にするので、正確にねウイスキーにはバニリンの成分が入ってるので、バニラの香りがするで正しいんですよね。はい。なので適当にバニラっぽい香りがするだけでしょっていう方もいらっしゃると思うんですけど、正確にバニラの香りを感じるバニリンっていう成分が抽出されるので、はい、バニラの香りがしてるっていうので、正しいのかなと思いますね。はい。で、次に種類なんですが、バーボンダルとかシェリーダルとかワインダルとかっていうのがあるんですが、これはシンプルに、ワインとかを保存するときに、この多くの樽とかを使うんですけど、ワインをつけときます。でその樽からワインが製品化されると、その樽当然開くわけなんですけど、ワインが入ってた樽なので、樽に、ワインの成分がちょっとね吸収されてるわけですよね。そこにウイスキーを入れるっていうのが、ワインダルで10年熟成させたとか、シェリー酒っていうお酒ですかね。ワインに最後ブランデーをちょっと入れてアルコールの度数を強くしたシェリー酒っていうお酒がスペインとかにあるんですけど、シェリー酒っていうのに、シェリー酒を出したのですね。シェリー酒を出した樽にウイスキーを入れるのをシェリーオークとかシェリーダルに入ってたウイスキーっていうわけなんですけど、そうするとシェリー酒のね風味がちょっとウイスキーに溶けるわけですよね。そうするとちょっとブドウっぽい感じがウイスキーからしたりとかっていうことがあるので、もともとね何のお酒が入ってた樽で漬けるのかでも全然違うよと。でフルーティーにしたりとか、ちょっとバニラの風味を強くしたいとかっていう時に、あえてこの樽で漬けるっていうことをして、味とか香りとかに色をつけるっていうのがウイスキーを作る側のねテクニックだったりするみたいなので、こういうのでも全然違うよっていう感じですかね。はい。でちょっとね最初にバーボンダルっていうのがありますが、後ほどねバーボンの説明はちょっとしますが、バーボンのね樽で漬けたものはバニラの香りをねより感じやすいとかありますので、はい、そんな感じで樽がね結構大事だよってことですね。はい。で次に熟成年数ですね。熟成すればするほど深みが出るとか、ただいっぱい熟成すればイコール美味しくなるかっていうとね、ベストなところっていうのはあると思うんですけど、長期熟成とか長熟と言われるのが好きっていう方もいるので、熟成年数でも味が変わるよという感じですかね。で一般的に熟成期間が長くなるとアルコールっぽさがねちょっと消えていくので、まろやかにはなりがちなのかなっていう気がしますが、これはどのお酒でもね似たところはありますかね。ただちょっと渋みが出てしまったりすることもあると思うので、そんなのもあるよと。はい。で次は風土環境ですね。でこちらは例えばずっと空気にね、少なからず木もさらされてますし、樽を置く場所によって温度とかも違うとか、その蒸留所がある近くに海があったら海の香りがちょっとついちゃうとか、そういう影響もあるっぽいので、環境も大事だよと。はい。で、最後にウイスキーが好きになるとみんな通る言葉なんですが、ピートっていう言葉がとても大事なので一応お伝えしておきます。ピートっていうのは発芽した大麦を乾燥させるときに煙にねいぶすみたいな形で乾燥させるやり方があるんですけど、スコットランドの
アイラ島っていう島がこのピートで有名なんですけど、もともとねこう石炭とかで煙を出すんじゃなくて、土ですかね、土に例えば海藻とか貝殻とか、貝とか死骸とかが、炭化したのを泥炭っていう、泥の炭泥炭っていうんですけど、これイコールピートなんですけど、そういう炭があるんですけど、泥炭っていう泥の炭で、これを、煙をね出すのに使うと、ちょっと悪く言うと消毒液っぽい香り、好きな方にはこの香りがたまらないってなるんですけど、苦手になる方は消毒液の香りしかもうしないみたいになるような香りがあるんですが、このピートっていうのが結構感じるウイスキーがウイスキー好きの中では一度はハマる道みたいな形であるので、ただいきなりこれを飲んでしまうとウイスキーはもう飲めないってなる方も多いと思うので、一般的にね最初にあんまチャレンジすべきじゃないと思うんですけど、ウイスキーが好きになってくるとこのピートっていう香りがするウイスキーをあえて飲んでみると面白いかなと思いますし、一番最初にこれからウイスキー飲もうっていう方はピートっていうのが強いのは最初はね避けた方がいいかなっていうのがね私の感想ですが、ウイスキーを語る上ではこのピートの香りっていうのがちょっと外せないので、香りとか味を左右する一つに入れてみました。ということでウイスキーの味とか香りを左右するのにはねこんな要素があるよっていうのをちょっとと思って見てください。で続いて、この辺大事なので話しておきます。今日はねちょっと勉強動画ですね。ウイスキーの種類ですが、主に6個かな、ちょっとちらっとこんな感じで12ちょっと出しましたが、まず最初に一番有名なのはモルトウイスキーっていうウイスキーで、こちらは原材料が大麦麦芽のみです。で、シングルモルトっていう言葉があるんですが、例えばちょっとこの画面じゃ無理か、後ほどねちょっと、実際飲んでみるときにねこの話ボトルを出してお伝えしようと思うんですけど、シングルモルトっていう言葉が出てくるんですけど、シングルモルトのシングルは蒸留所の数を指してます。なので、山崎っていう例えばウイスキーだとシングルモルトウイスキーなんですが、大麦麦芽を使ったウイスキーで、かつシングルモルトって書いてあったら一つの蒸留所で作ったモルト原酒のみを使ってますっていう状態です。なので例えば山崎だと山崎蒸留所っていう蒸留所で作った大麦麦芽を使ったウイスキーしか使ってないボトルですよっていうことですね。なんでそんな感じの言葉があるよと。これがモルトウイスキーです。で続いてグレーンウイスキーっていうウイスキーがあります。で、グレーンウイスキーは、大麦麦芽以外にもトウモロコシとかライ麦とか小麦とか大麦麦芽以外の原材料も使ってますよっていうのがグレーンウイスキーです。でちょっとね右側に例としてね有名なボトル載せときましたので、モルトウイスキーには山崎とか白州とか余市とか宮城郷とかっていうウイスキーがあります。でグレーンウイスキーっていうのには、チタっていうウイスキーとか、富士っていうウイスキーのグレーンウイスキーって書いてあるやつがあるんですけど、そんなのがあります。で、特にね有名な3つの3つ目なんですが、ブレンデッドウイスキーっていうウイスキーがあります。でこちらはシンプルにモルトウイスキーとグレーンウイスキーを混ぜてます。なので大麦麦芽で作った原酒とトウモロコシとかをベースにね作ったウイスキーとかを混ぜて作ってるのがブレンデッドウイスキーって言います。で、特にね有名なのは響とか、この北海道とか旅行に行かれた方はこの日課おじさん見たことあると思うんですが、ブラック日課とかはね、ブレンデッドウイスキーになります。で、一番下にブレンデッドモルトっていうのがあるんですが、シングルモルトウイスキーっていうのは一つの蒸留所で作ったモルト大麦麦芽ですねのみを使ったウイスキーをモルトウイスキーっていうんですが、例えば、この写真に載せてる竹鶴っていうウイスキーがあるんですが、こちらは、宮城郷っていう宮城にある蒸留所と北海道の余市っていう蒸留所にあるウイスキーを混ぜてるんですけど、どちらのウイスキーも大麦麦芽モルトしか使ってないっていう状態です。ブレンデッドウイスキーでも、モルトウイスキーとグレーンウイスキーを混ぜたのがブレンデッドウイスキー、
モルトウイスキーのみを混ぜたのがブレンデッドモルトウイスキーっていうウイスキーになるので、はい、そんな感じです。で、一通り説明していきますが、ちょっとね、情報量多くてよくわかんないわってなってしまって、またね、しっかり知りたいという方はね、もう一回見てください。で、あんま長くなってもいけないので続いていきたいと思います。はい。で、続いて、残り3つの種類いこうと思います。バーボンウイスキーとかバーボンっていう言葉聞いたことあると思うんですが、まずバーボンウイスキーっていうものの前提はアメリカで作られているっていう前提があります。はい。で、その上で原材料に 51% 以上がトウモロコシであること。で、内側を焦がした多くのシンダルで熟成することで、2年以上熟成させることっていうのがバーボンウイスキーの特徴です。で、その中で特にテネシー州産の、バーボンをさらに木炭で、ろ過をしたものをテネシーウイスキーって言います。はい。はい、でちょっとね、代表的な銘柄書いておいたんで、見たことあるっていう方、聞いたことあるっていう方、もしくはね、飲んだことあるっていう方もいると思うんですが、バーボンウイスキーで有名なのはメーカーズマークとかジムビームとかっていうのが有名ですね。お寿司屋さんとかでもね、結構ハイボールとかあるかなと思うんですけど、でテネシーウイスキーで特に有名なのはジャック・ダニエルですね。これもね、見たことあるっていう方いるんじゃないかなと思います。はい、で残りはね、ざっくりいきます。こちらも、アメリカンウイスキーの中で分かれてるっていう感じですが、ライウイスキーっていう原材料 51% 以上がライ麦であるっていうことと、多くの樽で2年以上熟成ですね、させることを、達成したのをライウイスキーって言います。で、こちらは右側のノブっていうのかな、ノブっていうライウイスキーが有名です。酒屋さんとかにね、行くとあるところもあるので、興味がある方はね、飲んでみてください。で、最後はコーンウイスキーですね。こちらは原材料の 80% 以上がトウモロコシである。で、ちょっとね、本当にトウモロコシの風味するので、気になる方は飲んでみてください。甘いウイスキーですね。で、こちらは、プラットバレーですかね。プラットバレーっていう陶器のね、器のこんなお酒、バーとかに行くとたまに置いてあるところもあるので、バーに行かれる方はね、バーで飲んでみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。で、じゃんじゃかいきます。続いて、じゃんと、世界5大ウイスキーがあります。で、世界5大ウイスキーは、アイリッシュ、左側からいきますね。アイリッシュウイスキー、アイルランドで作られているウイスキーと、スコッチウイスキー、スコットランドですね。はい。で作られているウイスキーと、ボアガ、ジャパニーズウイスキーですね。日本のウイスキーと、カナディアンウイスキーと、アメリカンウイスキーの5つが、世界5大ウイスキーと呼ばれております。ただ最近はね、ちょっと今は触れにくいんですけど、イスラエルとか台湾とかでもあとインドとかでもウイスキーは作られてて、いろいろねコンクールとかで賞を取り始めてるので、いろいろね増えていってはいるんですが、ここがね5大ウイスキーと言われてます。で、特にねすごいのはスコッチと言われるスコットランドウイスキーですね。一応発祥なのかな。はい。でもものすごく有名銘柄もありますし、世界でね、売り上げを並べたらトップの方はほとんどスコッチです。はい。なので有名ですよ。なんですかね。で、ジャパニーズウイスキーもねいろいろな世界のコンクールで賞を取ってるので有名です。はい。で、特にね世界でも有名なスコッチと、日本のねジャパニーズウイスキーの銘柄をねちょっとざっくりだけねこの後お伝えして喋るパート終わろうかなと思います。まず、スコットランドですがじゃんと、スコットランドの地図と、スコットランドで特にねウイスキーが作られているところが、場所によってねちょっと味の方向性が変わったりするので、こんな感じで12345個のねエリアに分けて、スコッチの産地として、地図分けされております。で、アイランズっていうのは、北から行きますね。北の方の島々で作られている、スコッチはアイランズウイスキーって言われますね。はい。で、次に、ハイランド行きましょうか。上の方を島以外のところを、ハイランドって言うんですが、その中でも特に
もうウイスキーの蒸留所がたくさんあるところがスペイサイドっていうこのピンクのとこですね。でこちらがスペイ川っていう川の、周辺にねすごくたくさんの蒸留所があるんですが、はい、そんな感じになってます。で、このスペイサイドっていうところは、主にねフローラル、花っぽい香りがしたり、フルーティー、リンゴとかの香りがしたり、蜂蜜のような香りがしたりとか、スムースな感じっていうのが、一応ね方向性として有名ですが、いろいろな蒸留所があるので、大雑把にくくればっていう感じですかね。はい、で、ハイランドのウイスキーも、象徴的バランスが良いなんで、スコッチの基準となるようなねウイスキーが割とハイランドはいいのかなと、バランスがいいって感じですかね。はい、で、左のアイラっていうところあると思うんですが、アイラっていうのはアイラ島っていうところなんですが、ここがね先ほど少し話したもうとにかくピートっていうスモーキーな感じがするウイスキーを作ってるのがこのアイラ島です。もちろんそうじゃないウイスキーもあるんですけど、はい、そんなエリアです。なのでちょっとスモーキーなウイスキー飲んでみたいなと思ったらバーに行って、アイラでもウイスキーちょっと飲ませていただけませんかって言ったらそういうのが出てきます。はい、で、下のキャンベルタウンっていうところですね。はい、クラシック塩っぽいスパイシーリッチ、こんな感じで、ローランドっていうところにライトクリアさっぱりとこんな感じになっております。なのでねスコットランド旅行に行く方は蒸留所とかものすごくありますし、ビジターセンターですか、試飲できたりとかグラス変えたりっていうところもスコットランドはものすごくあるのでね、ウイスキーの蒸留所ツアーとかもありますので行ってみてください。私もねいつか行きたいなと思ってます。はい、でちょっと有名銘柄ざっくり写真載せたので見てみてください。全部紹介できないですけど、じゃんとまず、スペイサイドですね、特に多いスペイ川流周辺のウイスキーこんな感じです。グレンアラヒーとかグレンフィディックとか、有名なねマッカランとかグレンリベットとか、グレンファークラスとかですね。で例えば、マッカランはねウイスキーの、ロールスロイスとか言われてますので、ものすごく上品なイメージがあってどのバーにもあるとは思います。で、それなりにね価格もしますが、ビジターセンターとかももうすごいです写真とかでね見たことありますがすごいので、単純にね観光に行くだけでも面白いと思いますので行ってみてほしいなと思います。で、この左側の鹿のマークのグレンフィディックっていう緑のボトルの、蒸留所なんですが、こちらは世界でね初めてシングルモルトっていうのを出したって言われてたりするところで、このグレンフィディックっていうのと、右から2つ目のグレンリベットっていうところがさっき言ったシングルモルトっていうカテゴリーだと世界でね1位を争っている、販売量を誇るウイスキーですね。でこのグレンフィディックっていう銘柄一つの生産量で日本の、山崎とか白州とか、日本の有名な蒸留所全部合わせても同じぐらいっていうぐらいすごい蒸留所です。はい、こんな感じです。で、ちょっと順番にさっくりいきます。で、アイラっていうこのスモーキーなウイスキーを作ってるところはこんな感じ。ラガブーリン、ボーモア、アードベック、ラフロイグ、カリラっていうような名前です。ふーんって、ちょっとねボトル見て興味があったら飲んでみてください。ウイスキー好きな方はね、もっとこれ出せよっていうのもあるかもしれないですけど、ざっくりでねお許しください。はい、で、続いて、ハイランドっていうところにトマーティンとかグレンモーレンジとかグレンロドナックとかがドロナックとかがあります。でキャンベルタウンっていうところにスプリングバンクキルケランですかね。はい、でアイランズっていうところにタリスカ、アラン、ハイランドパーク、ローランドのところにグレンキース、グレンキンチですね。はい、すみません、グレンキースっていう、ウイスキーもあるのでちょっとグレンとキーだけでね間違えました。はいはいはい、はい、これちょっとね、読めませんちょっとまた出します。パッと私が飲んだことがないので間違えたらまずいのでちょっと飛ばし、はい、こんな感じになりますので、またね特徴とか全部話してたら大変な時間になってしまうので、こんなのあるんだと思って写真で見かけたら飲んでみてみてください。はい、でちょっとね日本の話最後にして前半締めたいと思います。はい、で日本は今まさにウイスキーブームです。はい、で今ちょっとね
日本でウイスキーを使ってる代表的な蒸留所ですね、作ってるところ地図に載せてみました。こんな感じです。ただもうこんなの本当に一部でして、今日本では100を超える蒸留所があります。でもうウイスキーの製造を始めたけどまだね、例えば話いろいろ喋り方点々としちゃって申し訳ないですウイスキーっていうものをラベルにつけるためにはルールは結構緩いんで、さっきの大麦が 100% じゃないとかいろいろ緩いんですけど、ジャパニーズウイスキーっていうのをラベルにつけるためには3年以上樽に入れとかなきゃいけないとか、いろいろ条件があるんですね。はい、で、そうなると結局今から蒸留所を作ってウイスキーを作ろうとしても世に、ウイスキーとして販売するためには3年とかかかったりするんですね。樽につけとかなきゃいけないんで。なんで今もう蒸留所はできていてウイスキー作りは始めてますよっていう蒸留所がもう100ぐらいあります。はい。で、それがね、3年とか5年すると一気にウイスキーを出し始めるので、ウイスキー蒸留所も戦国時代ですよね。潰れるところとかも出ちゃうかもしれないですよね。はい、なので大変な時代です。ただウイスキー好きとしてはね、いろいろウイスキーが飲めるのでいいかなと思うんですが、はい、こんな感じでウイスキー蒸留所あります。で、日本のウイスキー蒸留所はビジターセンターと言われるお客さんが来て見学する施設とか、ウイスキーを買ったりとか試飲したりする施設がどの蒸留所にもあるわけではないので、もしもねちょっと観光で行ってみたいなっていう方は一度その蒸留所のサイトを見てビジターセンターっていうのがあるのかをね確認してから行くのをおすすめしたいと思います。はい、で、ざっくり日本のウイスキーも紹介してちょっと飲んでみたいなと思います。はい、で、まず、有名3社ですね。特に有名な、牽引してるね3社のウイスキーちょっと紹介します。まずサントリーですね。ちょっとねこれは名前聞いたことあるとか飲んだことあるとか、酒屋さんとか居酒屋さんとかでちょっとねメニューに並んでるのは見たことあるっていうのも多いのかなと思うんですが、知多、白州、山崎、響、あとは角瓶って言われるやつですね。この辺はねハイボールとかで出てることも多いかなと思いますが、サントリーさんはこんなの作ってます。まだまだあるんですけど代表的なのってことで。はい、で続いて日課ウイスキーが余市、宮城郷、竹鶴ですね。で、日課ウイスキーは創業者の方が竹鶴正隆さんっていうマッサンっていうねドラマもあったかなと思いますが、この創業者の竹鶴正隆さんの竹鶴を取ったね竹鶴なんていう銘柄もあります。ちなみにその竹鶴正隆さんがサントリーの山崎蒸留所の初代ね工場長とか責任者だったりするので、このね竹鶴さんという方はウイスキー界ではね結構すごいなと思うんですけど、はい、そんなストーリーもあります。はい、またね気になる方は、ね、調べてみてください。はい、で、続いて、アサヒですね。アサヒが富士っていうのと、よくねコンビニとかでも見かけるのはこのリクっていうのかなと思いますが、こんな銘柄作ってます。はい、で、日本のねいろいろな蒸留所のさっくりざっと紹介します。じゃんと。はい、で、ここからはクラフト蒸留所とか新興蒸留所っていうカテゴリーになるんですが、秩父蒸留所っていうところが、イチローズモルトとか、秩父っていうウイスキー出してます。であとはこの北海道の厚岸蒸留所、この辺ね、また地図とね見返してもらって地図のスクショとか撮っといてもらって見てもらえるとここの場所かと思うと思うんですけど、はい、厚岸って読みます。あとは湯座とか、朝霞蒸留所とか、こちら福島ですね、三郎丸蒸留所とか、外野フロー静岡蒸留所、マルス駒ヶ岳蒸留所とか長浜蒸留所とかが、こんなね出てる銘柄出してますとちゃんと。であとは伊賀島とか桜尾とか、この辺はね中国地方とかですかね。あとは鹿之助とか津貫、ここの鹿之助と津貫っていうところは鹿児島県ですね。だいぶウイスキーは南の地方でもね作れるっていうのが分かってきたことと、一番下の許田蒸留所っていうところは、沖縄の名護市ですねにあるんですけど、沖縄にもいくつか蒸留所が今できてるんですけど、あったかい地方で樽に入れると、涼しい地方よりも熟成が早いので、例えば5年とかの熟成したやつでも
他のところだと10年ぐらいの熟成感があったりとか、ちょっと変わったねトロピカルな風味が出たりとかするみたいなので、はい、そんな楽しみもあるみたいです。はい、ということで、もうざっくりねハイスピードで説明しましたので、また気になる方は、ゆっくりね全体見直してほしいなと思うのと、もっとね詳しく知りたいっていう方は本とか他の YouTuber さんも見ていただけたらと思いますので、はい、ちょっとまた見てみてください。はい、ではちょっと私、このね、丸くなってるんで出してもしょうがないんで、いただいたウイスキーを飲む準備をして後半戦いきたいと思います。なのでウイスキーの知識をちょっと勉強したかったっていう方はね、ここで一回もう切ってもらって、ちょっと飲むのも見たいっていう方はね、この後後半もお付き合いいただけたらと思います。ではちょっと準備してきます。はい、はい、では、後半パートいきたいと思います。でちょっとね、飲む用のグッズを揃えました。はい、で、せっかくなんでねどっち飲もうかと思ったんですが、こちらの、山崎のグラスがあったので、山崎をいただいてみようと思います。でこちらは、ちょっとこちらの2つの紹介をしようと思うんですが、サントリーの山崎っていうのと響っていうお酒なんですが、ストーリー・オブ・ディスティラリーっていう2024年のみに限定で発売されている、山崎です。でこちらはもう抽選販売とかになってるので、定価がまあ16,500円ぐらいするんですけど、16,500円で買うことは抽選で当たるしかないっていう結構難易度が高いお酒で、こちらの響のブラッサムハーモニーっていう、こちらも1年間に1回だけ限定で出るボトルなんですが、美しいですよね。はい、でちょっとせっかくなんで2つとも出してはみようと思います。でまず響がこんな感じですね。ちょっとせっかくなんで出して、はい、こんな響のボトルになります。でこれもせっかくなんでねここに置いておこうかなと思いますが、いただいたものなのでありがたくいただきますが恐縮ですね。はい、でこちらが、山崎の限定ボトルのものになります。で、せっかくなので、もうこちらね美味しくいただきます。はい、でちょっと開けます。緊張しますね。でこのね偽造防止用にねいろいろシールがついてたり、ホロのねシールがついてたりしますが、ちょっと開けちゃいますね。で、ウイスキーは度数がね基本的には40度を超えてるのでそう簡単には腐りませんが、一応温度管理とか直射日光を避けるとかは大事です。はい、で、ちょっとストレートでね最初いただこうと思いますが、後で、ハイボール作ろうと思うのでこちらからこちらにね後で移すので、通常ねワンショット 30ml が通常だと思うんですけど、ストレートのねテイスティング用にちょっと、多めに 40ml ぐらいかなちょっと入れます。で、バーだとボトルを出しておくと思うので、こちらにねちょっと一度響は避けて、よいしょ、山崎のねボトル置いておこうと思います。でちょっとね、このテイスティンググラスっていうグラスですね、鼻のとこが鼻って口のところがね、なんで鼻と口間違えるの、狭くなってるので香りが溜まりやすいって感じですね。でボトルは開けてすぐはちょっとアルコールっぽさとかがあるので、本当はね 1,2 分経ってから飲むのが理想的なんですけど、いやさすがめっちゃいい香りですね。で香りも何度か嗅ぐとねいろいろ香りを感じるようになるっていうことと、最初ねウイスキーっていうのはブレンダーの方がまずこのストレートの状態でね一番美味しくなるように作っているので、ストレートでロックハイボールでだいぶ味が変わるので、一口だけでもね、ストレート飲んでおくと元のお酒こんな味なんだっていうのが分かるのでいいと思うので、苦手な方もね一口だけチャレンジしてみるといいかなと思います。香りはちょっとせっかくなんで香りの話もしようと思うんですけど、で鼻の、どこの部分でどんな香りを感じるのかとかが変わるので、ちょっとねいろいろゆっくり嗅いでみるのがいいと思われます。でもなんか柿と
蜂蜜っぽい香りとかリンゴっぽい香りもするんですけど、なんか複雑な香りですけど柿っぽい香りもして、なんかいろいろなフルーティーさを感じる感じですね。樽っぽい感じももちろんあるんですけど、なんかあれかな、ワインダルとかシェリーダルとかを使ってるのかな。なんかまあでもなんか熟した柿みたいな感じもしますが、蜂蜜っぽい香りもします。ちょっと一口いただきます。なんかやっぱ柿っぽい感じと、なんか濃縮というかギュッとなったリンゴっぽい感じと、なんか後味、喉通った後はあんことか桜餅みたいな感じを私はするかも。で下って後ろの方で苦みを感じて、先端の方で甘さを感じるので、もしちょっと苦いのが苦手な方はちょっとね、ストレートだと強すぎるって方は、唾液とかはねちょっと多く含んだ状態で薄めながらでもいいと思うんで、下の先だけで感じるようにすると甘みだけを感じるので、本当にね少量やってみてもいいかなっていうのと、ここに加水ですかね、ちょっとだけ1滴とか2滴とか、もしくは、原液の半分ぐらい、2倍までいくとちょっと薄まりすぎる感じはするので、それトゥワイスアップって言うんですけど、トゥワイスか、まあどっちでもいいんですけど、はい、そこまでいくとちょっとね薄まりすぎるかもしれないんで、ほんのちょっとずつね水を入れながら飲みやすいように調整するのがいいかもなと思います。はい、ではちょっとストレートはねなんとなく分かった。でもめちゃくちゃいいお酒な感じしますね。熟成感もちょっとそれなりにあって美味しい。で、はい。で、こんなんずっとやってるわけにいかないんで、ハイボールも作りたいと思うので、ちょっとね、氷入れてくるんで、一旦止めて、氷入れた状態にします。はい。はい。氷入れてきました。で、炭酸水、これはウィルキンソンです。で、まあちょっと、先にこの、棒を使って、グラスをね、冷やします。はい、こんな感じで。グラスが、ちょっとね、水溶けちゃうんで、本当は水出したいんですけど、まあ、ちょっと出すとこないので、はい、グラス冷やして、原液を入れます。このウイスキーです。まあ、ちょっと、やっぱ多めだな。はい。で、ちょっとね、入った状態ですかね。この状態で、うまく回らない。うまく入らない。はい。ちょっと回して、こんな感じ。まあ、ちょっと氷がね、少なめになってますが、はい、グラスと原液を冷やして、本当はね、もっと回した方がいいと思うんですけど、狭いんで、ちょっとうまくできないんで。で、なんか、一応、炭酸がね、抜けちゃわないように、氷にぶつけないように入れるのがいいっぽい。で、原液多いので、これ多分1対4ぐらいにしたかったけど、なってるかな。はい、で、ちょっとね、氷はね、上げるだけで、大丈夫で、ちょっとね冷え切ってなかったんで、泡がなってしまってる。これ失敗してますけど、まあいいです。いきます。はい、でちょっと一口いただきます。あ、めちゃくちゃ飲みやすい。はい、で甘い。はい、でハイボールにした感じは予想以上に甘いハイボールですね。泡がもうちょっとね立たないように冷やせたらよかったんですけど、まあ許してください。ちょっとね、慣れないスペースでやってるんでうまく回せなかったっていうのと、いっぱい回せなかったってことで、なんかハイボールにした方が味を伝えるのが難しいんですけど、柿っぽさが残ってるのとリンゴっぽい感じですかね。濃いリンゴの味がするなっていうのと、まあでもなんか柿と濃い蜂
蜂蜜をかけたリンゴ。このハイボールめっちゃ美味しいはいということで、そんな感じです。フルーティー、なんか思ったよりかなり濃いフルーティーなハイボールになったなっていう感じなので、こんなにね山崎のハイボールが甘いって感じたことあんまりないので、これ美味しい。はいということで、飲むのも食レポみたいな難しいんで、いただいたねものなので、せっかくなんでね飲んでご紹介したかったので、今日はこちらのね、ありがとうございました、山崎の、ストーリー・オブ・ザ・ディスティラリーっていう、山崎のこう蒸留所のね紹介を、歴史をねたどるような作品になっているのかな。はい、なんか一応、コンセプトとかは、これからのね山崎の、未来をね示すような、今までの山崎からこれからのみたいなコンセプトっぽいですけど、ちょっと今の説明でよくわかんないんですけど、はい、美味しいな。はい、ということで、今回は、ウイスキーの動画を紹介したんですが、ホテルとね関係ないといえば関係ないんですけど、このチャンネルはモンちゃんライフっていうチャンネルなんですけど、最初ホテルの、動画をたくさん上げて、ホテルにハマったので、私のこう生き方としてなんかハマったら、ハマったりというかハマりたいとか興味を持ったものは比較しないと良さは見えないと思ってるので、ちょっとねホテルって気になるなと思ったら、いろいろなホテルを泊まって比較して、どんなホテルが自分が好きでどんなのがいいのかを知るところまでズボって行きたい派なんですよね。なので、最高級のラグジュアリーホテルも泊まり、1万円とかね2万円とかのホテルも泊まり、旅館とかも泊まり、海外のリゾートホテルも泊まり、海外の、街の中にねあるようなラグジュアリーホテルも泊まって、自分はホテルっていうカテゴリーのものはこれが好きなんだ、あれが好きなんだっていうのは時間をかけずに一気にできるだけ短い期間で行きたいと思って、ここまで、ホテルいろいろ上げてきたんですよね。で、ホテルはおおよそ自分の中で、知識も増えて、どんなものが自分が好きかも分かったので、もうここからは好きなペースで好きなホテルに時間がある時にしっかり泊まっていくっていう、趣味に完全に消化されてるっていう状態ですかね。なんでこの先もホテルは泊まるので、泊まった時はね動画どんどん新しいのを上げていきたいなと思うんですが、このチャンネルのねコンセプトとしては、こうお酒だったら私が、ウイスキーちょっと好きになったらウイスキーもねいろいろ比較して、深くね入っていって人に話せるぐらいになって、またね次の趣味も探しながら一つずつ趣味が増えていくので、その趣味もいろいろ紹介していって、だんだんこう扱う分野が私の生き方とか好きなもので話せることが増えていって、見ていただいている皆さんにも、なんかもんちゃんさそれやってみるなら自分もちょっとやってみようかなみたいな機会もね作れたり、そんな風にこの人生きてんだっていうのがね、伝わったらいいかなと思いますので、引き続きね、ホテル以外も自分が興味が持ったものを上げるチャンネルにはしていきたいなと思っているので、ホテルだけに興味がある方はホテルの回を見ていただいてもいいと思いますし、ホテルだけを上げてる方じゃなきゃ見ないっていう方はね、こう私のチャンネルじゃなくて他のチャンネルを見ていただければいいかなと思います。ただ、趣味にしてっていろいろなことをやってって、もうホテルはやらないとか、もうウイスキーは一切使わないとかってことはないので、もう混ざってねいろいろ増えていって、そうなると週1じゃなくてもね上げれる時も増えてくるのかなと思いますし、いろいろね見ていただければなと思います。はい、ということで今回はねたまたまウイスキーをいただいたのと、私がねウイスキー好きになったタイミングが重なったので、動画紹介しようかなと思ったのとね、せっかく動画を見ていただくならなんかね知識が増えたり、そんなんなんだとかっていうのが分かったり、すでにウイスキーが好きな方はなんかやってんなって思ってもらったりしたらいいかなと思います。で、私のチャンネルのコメント欄とかはもうマウント取っていただくのはもう大歓迎なので、もっと知識こんなんあるよっていうのはどんどん書き込んでいただきたいですし、ダメ出しも大歓迎、この知識間違ってるよとか、これなんで加えないのとかもどんどんね書いていただけたらいいかなと思いますので、もう遠慮なくどんどん書いてください。はい、でアンチとかまで行くとね
ちょっと傷つくなとは思うんですけど、みんなに好かれると思って生きてもないので、そんなにいいかなと思うんで、もうね、好き勝手書いていただければいいなと思います。で、改善できることはね、改善していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ということで今日は、ウイスキー特集といただいたこちらの箱だけになっちゃいますが、山崎と響のストーリー・オブ・ザ・ディスティラリーという山崎と、響ブラッサム・ハーモニーっていうのをね2ついただきましたので、改めて本当にありがとうございます。美味しくねいただきたいと思います。では今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。